皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、お隣韓国でユン大統領が自滅の道を選びました。このことについて解説していこうと思います。まず、現在の韓国の政治状況についてのお話をしておきましょう。現在韓国では、大統領の支持率は 20%、最近では 17% を記録することもあり、ユン大統領に対する支持率は非常に低い状態となっています。そして、ユン大統領の与党の方は、国会においても少数与党に連絡しています。一番最近行われた国会議員選挙において、野党が大勝し、大きく議席を伸ばしました。それによって、野党側が法案や予算などについて、ほぼ決定権を握るような状態となっており、大統領が求めても、与党が求めても、野党が反対すれば、ユン大統領の思うような政策は何一つ成立しない状況となっています。現在のユン大統領に対する支持率 20% 状態といった話をしましたが、現在のところユン大統領の支持する理由として、韓国の世論調査によれば、外交で頑張っているといったところが一番評価されていると言われています。こうした外交で頑張っているという話は、国内における政策とはまた別の話ですから、国民の支持は得にくいものです。現在韓国の国内世論としては、まずは生活苦、特に物価高に対する十分な対策ができていない。そして韓国経済といえば、財閥企業に非常に依存した状態であり、ひとたびこの財閥グループが調子を崩せば、それは韓国経済そのものも大きくガタが来るといった形で、かなり歪な状態となっています。そうした状態の中で、今、韓国の財閥グループは必ずしも良い状態ではありませんから、全体的にも経済的な不調といったものが国民生活にも重しとなって、それがまた物価高と相まって、生活苦といったものを加速させています。そのために、ユン大統領全然国民のために政治をしていないよなといったような雰囲気を醸し出しているわけです。そこに追い打ちを常にかけているのが大統領夫人のその周辺でのスキャンダル続きです。大統領夫人には様々な疑惑があり、その疑惑についての捜査をすべきだという声が以前からずっと続いています。そしてここ最近では国会内での野党の力が強いために大統領の進めたい政策は全て落とされ、一方において野党側からは大統領の側近や最大野党の党首イ・ジェミョン氏に対する捜査に前向きな検事などに対する訴追などを野党側が仕掛けており、これがまたユン大統領を苦しめていたと言われています。さて、このような状況の中で出てきたのがユン大統領の非常戒厳という布告です。戒厳というのはちょっと言葉として言いづらいので、以後は日本で馴染みのある戒厳令として皆さんにご説明をします。戒厳令においては、まずは政治活動が一切禁止され、報道においても政府側のコントロールに置かれることとなります。本来であればこの戒厳令は戦争などのような非常事態を想定したものであり、国会での野党がものすごく強い状態になっていることを収めるために使われるようなものではありません。ユン大統領は戒厳令を発するにあたって、現在の国会においては反国家勢力と呼ばれるようなものが非常に好き放題動き回っていて、今のような状態を続ければ、北朝鮮の影響を受けた、もしくは北朝鮮が操る勢力によって韓国の政治が動かされてしまうといったような危機感を訴えました。ユン大統領のこの訴えというのは、今のところ韓国の国民には全く心に響くものとしては映ってはいません。確かに野党側の勢力が非常に強いといったことから、野党が好き放題やっているというのは事実ですが、しかし客観的な証拠を示して彼らが北朝鮮に操られているといったことを証明しない限りは、ユン大統領の言葉は今のところ説得力を持ちません。また、今回のユン大統領の戒厳令にあたっては、自分の周りや与党との話し合いも十分に行われていなかったと見られています。例えば、閣議決定を経ずに今回の戒厳令発令まで行ったのではないかという話があり、実際に深く話し合っていたのは国防大臣だけだったのではないかと言われています。ちなみにこの国防大臣も戒厳令が解除された際には辞意を発表しています。そして十分に準備がなされていない状態で発せられた戒厳令は軍や警察の動きも非常に鈍いものとなりました。国会における政治活動が禁止されたわけで、その活動を封じ込めるためにも軍の部隊が国会に集まってきたわけですが、その時すでに多くの議員などが集まってきたような状態でしたから、十分に政治活動を封じることはできませんでした。そのために戒厳令が
発せられたその後に、国会において国会議員が集まり、戒厳令を解除せよというものが議決されたのです。大統領の権限として発せられた戒厳令、一方で国会の機能として戒厳令の解除もまた議決されました。戒厳令が夜発せられ、その翌朝にはユン大統領はこの戒厳令を解除せざるを得なかったわけです。この混乱は非常に多くの損失をユン大統領にもたらすでしょう。まず第一に、事前の申し合わせなどが十分なされていなかったことから、彼を支えていたはずの与党の方も今回の戒厳令には批判的な立場を取りつつあります。つまり与党も敵にすれば、もはや国会における味方はほとんどいない状態となります。この状況下で野党が示したのは大統領に対する弾劾決議です。野党だけではこれを議決することはできませんが、現在の状況であれば、与党の方からも造反議員が何人も出ることによって、この大統領に対する弾劾決議が通る可能性は高まっています。大統領の任期はまだ2年以上あるわけですが、この大統領に対する弾劾決議が通れば、終わったも同然でしょう。韓国軍がユン大統領を見越しにしてクーデターが発生するといったことは、ちょっと可能性としては考えられないため、このまま手続きにのっとって進んでいけば、ユン大統領は政治権力を失う道しか残されていないように私には思います。さて、ユン大統領の政治生命がほぼ終わったなと思えるような今回の出来事だったわけですが、それが韓国国内だけの話であれば良いのですが、実際には日韓関係であったり国際情勢に対する影響も必ず起こります。特にユン大統領は、その前の大統領であるムン大統領が強硬的な反日政策を取り続けていたがために、この政策をガラッと変えることで、少なくとも日韓関係は改善しました。彼が行っていたのは、静かな反日政策の継続と、プラスアルファ擁日政策への転換でした。韓国経済のことを考えれば、日本経済とは障害が少なければ少ないほど彼らにとってはやりやすかったわけなので、ムン・ジェイン政権の進めてきた極端な反日政策といったものは結局のところ圧力ばかり生じて韓国経済にとってはプラスになるものではありませんでした。擁日政策とは韓国にとって日本経済をいかにして踏み台にするかといったような政策で、いわゆる自国第一主義です。そしてこの自国第一主義というのは世界中どこの国においても使われる政策なので、それ自体は別に不思議な話ではありません。ところがこの自国第一主義をかなぐり捨てるというのが極端な反日政策です。ユン大統領が政治的に終わってさあ次の大統領となれば当然のように政権としては与党野党がひっくり返るわけです。この時問題なのが韓国の最大野党共に民主党はまさにその強硬的な反日政策をとっていたムン・ジェイン大統領と共に政権を担っていた政党です。そうとなれば、また次も強硬的な反日政権が戻ってくる可能性が高まっているわけです。日本の総理大臣である石破氏は、韓国に対しては非常に融和的な姿勢を示してきた国会議員ですから、彼が総理大臣としても、その姿勢を変えず、韓国にとって都合の良い総理大臣になる危険性があります。また、日本、韓国、この関係以外のところでもちょっと問題があるのは、次の政権においては、北朝鮮との融和的な姿勢を取る可能性が出ていることです。現在のユン政権と北朝鮮との関係は決して良いものではありません。しかしそれは少なくとも北朝鮮にとって都合の良くない政権という意味で対立しているのであって、今後北朝鮮との関係改善を訴えて、それによって北朝鮮にとって都合の良い韓国政府といったものが出てくる可能性が出てくるわけです。この政策の変化に伴って悪影響を受ける国としては、まず第一に日本があり、そして次にウクライナのことも考えなければなりません。北朝鮮に対して誘拐された人々を返せという話をする日本、それを無視して北朝鮮との融和関係を発展させようとする韓国政府というのは、日韓関係上においても非常に問題なわけですが、一方でロシアに対して武器を大量に販売し兵士を派遣する北朝鮮、この関係上においても韓国政府の姿勢が変わればウクライナに対するたとえ人道支援であろうとも取りやめする可能性も出てきます。実際にそのような政権へと変わってくるかどうかは、まずは韓国の国会で大統領に対する弾劾決議が議決されるかどうかについてこれからは見ていきましょう。というわけで今回の動画はここまで。韓国でのドタバタ騒ぎ、皆さんはどのように思われたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックをお忘れなく。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。